こんにちは。今日は夏にぴったりな半袖のプルオーバーを作っていきます。作り方は四角い前身ごろと後ろ身ごろ2枚作って、その肩と脇を縫い合わせてプルオーバーの形にします。その編み方は裾と身ごろ、襟続けて編んでいくだけなので簡単です。今回短い半袖を作ろうと思っているんですが、袖を作らなくても十分可愛い形で作っていきます。袖を作らない場合には肩と脇を縫い合わせるだけで出来上がります。よかったら作ってみてください。今回使用する糸はセリアさんのソロフィムカラーナンバー1番、材質はアクリル 100%、 35g で約105メートル。使用かぎ針の目安は4から5。この糸を使って編んでいきます。この状態よりも編んだ方が綺麗な色になっています。で、この糸はしっかりとしていて少しだけ光沢があるように見えます。で、太さは 1.5 ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。あとはマーカーととじ針、針は15を使います。作り方を説明します。まず鎖を編んで細編み、模様編み、これはこっちで見るとここが細編み、模様編み、ここが裾になって、こっちが肩、両端を縫い合わせて真ん中が襟縫いになります。この模様編みは長編み3つの扇形、次は長編み3つ、この2段を繰り返していくだけです。ちょっと花の模様になっていて可愛くなっています。で、この横幅について、私は女性ものの L サイズで今回46センチにしました。女性ものの S や M であれば40から45ぐらいを目安にするといいかと思います。 L サイズの場合には55センチぐらいが目安になると思います。ご自身のお体や好みに合わせて幅を決めます。今回のプルオーバーは少しゆったりめで作った方が可愛くなると思います。で、今回の模様は6の倍数プラス1、6の倍数プラス1であればどんな数でも大丈夫です。私は46センチにするために鎖67、まず好みの長さまで鎖を編んで、それを6の倍数プラス1に当てはめます。ただ最初の鎖の状態よりもこの模様編みを編んでいくとだいぶ幅が狭くなっていきます。なのでそれも含めて最初の鎖は少し長めに編んでいきます。それと今回前と後ろの幅を変えています。前の方が広くなっています。こっちが後ろ身ごろで、この幅を変えていくと肩を縫い合わせた時にこの余分な分が前に下がって、それが襟ぐりの形になります。なので後ろ身ごろよりも前を少し広くします。で、この幅は後ろ身ごろを編んでから前身ごろの幅を決める方が決めやすいと思います。まず後ろ身ごろを編んでいって、
その後に前身ごろの幅を決めていこうかと思っています。で、前身ごろの幅が決まったら鎖編みをします。鎖編みをしていきます。この最初の糸端は少し長めに残しておきます。後で脇を縫い合わせる時に使えるので少し長めに残しておきます。途中から鎖編みを始めます。このまま必要な数だけ鎖を編んでいきます。鎖の数は6の倍数プラス1にします。必要な数だけ鎖を編んできました。私はここでは見やすいように小さく編んでいきます。まず細編みをしていきます。細編みをするので鎖を1つ、1つ戻って2つ目に細編み、表でも裏でも大丈夫です。針から1、2、2つ目に細編みで、これが1つ目の細編み。もし見分けにくくなりそうだったらマーカー、次も細編み、このまま一つに一つの細編みをしていきます。端まで来ました。次も細編み、鎖一つ裏返して鎖の根元に細編み、これで細編み一つ。ここはずっと細編みをしていくんですが少し変わっていて、細編みの次は鎖一つ、また細編み、足元は一つ飛ばして2つ目、ここに細編み、これで細編み、鎖一つ、細編み、これを繰り返していきます。鎖、鎖、こんな感じになります。このまま端まで編んでいきます。2段目の端まで来ました。またここでも鎖一つ、足元1、2、一番端の細編みに細編み、次は3段目、3段目も細編みをしていきます。鎖一つ、裏返します。根元に細編み、次も細編み、次はこの鎖の下のスリット、ここに細編み、これで細編み2つ連続、次は鎖1つで、また1、2、この四角の鎖の下、鎖、こんな模様になります。このまま端まで編んでいきます。3段目の端まで来ました。また鎖一つ、
細編み、最後の細編み。これで端は細編み2つ連続。次は4段目、細編みをします。4段目は全部普通の細編みをしていきます。次はこの細編みの上、次はこの鎖の下、細編み、全部普通の細編み。このまま端まで編んでいきます。4段目の端まで来ました。あとこことこことここに細編み。これで細編みの部分が終わりました。次は模様編み、長編みから始めます。まず少し大きめの鎖1つ、裏返します。鎖の根元に長編み、これを長編みの代わりにします。最初ちょっと見分けにくいと思うのでマーカーをつけておきます。かぎ針のすぐ下、2本の糸の下で、普段は鎖3つで最初の長編みの代わりにするんですが、今回はこれが長編みの代わりで、次から扇形、足元2つ飛ばして3つ目に長編み、扇形を作っていきます。鎖、長編み、鎖、長編み。これで長編み3つの扇形、間には鎖1つ。次は長編み、足元2つ飛ばして3つ目、これを繰り返していきます。また扇形、1、2、3、これで扇の段が終わりました。次は四角を作っていきます。また長編みから始めます。大きめの鎖1つ、
裏返して、さっきと同じように根元に長編みで、最初はマーカーをつけておきます。で、この扇の一番端、この長編みの上に長編み、鎖一つで、真ん中の扇の長編み、鎖3つ目の長編みで、次はこの長編み、次はこの扇形の1つ目、こんな感じで編んでいきます。また鎖1つ、鎖で、また鎖で、最後はこの扇形の上に長編み、最後はこのマーカーをつけたところ、ここに長編みをします。これで四角の段が終わりました。これを繰り返していきます。最後は長編み2つ、次は扇形、ここと同じように編んでいきます。まず鎖、根元に長編み、ここには長編みが2つあるんですが、こっち側次は扇形、ここに針を入れて扇形をしていきます。これで扇形長編み3つの真ん中長編みを1つ、これで下と同じようになりました。これを繰り返していきます。
最後はマーカーをつけたところ、この2本の糸の下、長編み、これで扇形の段が終わりました。次はこの四角、さっきと全く同じです。根元、次は扇形の端、鎖、これで端まで編んでいきます。で次は扇形、これを繰り返してしばらく編んでいきます。29センチ編んできました。段数は18段。この段数は偶数段にします。お好みでもっと長くしても短くしても大丈夫ですが、その時も必ず偶数段にします。偶数段は四角で終わります。私は18段目はこの四角で、今18段目の端のすぐ手前、ここまで編んできて、ここで一旦ストップして次の段を編んでいきます。こう編んで、こっちで見ると、今この感じ、18段目、ここで一旦ストップして19段目で続けていきます。そうするとここが少し狭くなります。で狭くして進めていきます。これが後で袖腕になります。この部分を編んでいきます。この部分がなくなるように編んでいきます。ここまでは今までと同じように四角を作っていきます。で最後はこの長編みの上とこのスリットに未完成の長編み、まずここ未完成の長編みは長編みの途中まで2本から引き抜きます。もう一つはこのスリット未完成の長編み2本から引き抜きます。これを一度に引き抜きます。少しなだらかなとカーブができました。次から今までと同じように編んでいきます。で今までと同じように扇形、と今までと同じです。これからずっとこの幅で作っていきます。こちら側ではまっすぐさっきのように幅を短くしないで、
この幅でまっすぐ。さっきはこの部分、こっちはずっとまっすぐ。幅を狭くしないでまっすぐ編んでいきます。今20段目を編んでいます。端が少し分かりにくいので一緒に編んでいきます。ここが18段目、19段目、20段目。ここにも四角。扇形の端の長編み。もう一つはここに針を入れて長編みをします。これで長編みが2つ。今までと同じになりました。次また長編みを編んで扇形を編んでいきます。これ以降ずっと同じです。こちら側では幅を狭くしました。こちら側では幅を狭くしないでずっと同じように編んでいきます。で、これと同じようにこちら側は狭くしてこっちはずっとまっすぐ。こっちでは段差を作らずにずっと編んでいきます。このまましばらく編んでいきます。幅を狭くしたところから測って約16センチ。ここもお好みの長さにするんですが、20センチよりも少し短いぐらいがいいかと思います。で、好みの長さになったら最後に細編みを編んでいきます。で、最後は四角になっています。で、細編みを編むので鎖1つ裏返して普通の細編みをしていきます。根元に細編み、次も次は四角の中、四角の中に針を入れて、次は長編み、四角、長編みの上、でまた四角、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。次も細編み、裏返して鎖の根元に細編み、次は鎖、裾の時にしたのと同じように細編み鎖細編み鎖と編んでいきます。今鎖1つ、次は細編み1、2、鎖1、2、鎖こんな感じで端まで編んでいきます。細編み2段目の端まで来ました。次は3段目、鎖1つ裏返して根元に細編み、3段目はずっと普通の細編みをしていきます。隣はこの鎖の下
普通の細編み、次は細編みの上、またこのまま端まで編んでいきます。端まで来ました。ここで糸を切ります。鎖一つを編むようにして、肩を縫う時に使う分の糸端を残します。だいたい3倍ぐらいで30センチから40センチぐらい残して切ります。はじめに紹介したように、今回前身ごろと後ろ身ごろの幅を変えて作っています。そうすると肩を縫い合わせた時にこの差がと襟ぐりの広さになります。で、この差を長くすると襟ぐりは広くなって、差を小さくすると襟ぐりは浅くなります。これはお好みでこの差を決めるんですが、私は今回この模様2つ分、長さは8センチぐらい、これぐらい差をつけて作りました。で、この模様2つ分で鎖12個、後ろ身ごろは67、前は79で作りました。で、その場合はこんな感じの襟ぐりの広さになります。差を大きくすると深くなって、差を小さくすると浅い襟ぐりになります。お好みでこの長さを決めます。だいたい5センチから10センチぐらいが無難な長さだと思います。この模様一つが鎖6個。この模様の数によって前身ごろの鎖の数を決めます。鎖の数が決まったら同じように編んでいきます。後ろ身ごろと前身ごろが出来上がりました。次は肩を縫い合わせます。縫い止まる位置にマーカーをつけます。これはご自身のスタイルやお好みに合わせて、でこの幅を決めます。私は広めが好きなので、端から10センチ、こっちも同じで、マーカーとマーカーの間、後ろ身ごろのこの間は26センチ。私は広めが好きなので広めにしたんですが、もうちょっと狭くてもいいかと思います。広めの方が夏らしくなるかもしれません。で、表と裏を確認します。この長編み3つの表の方を表にします。これは今裏、こっちが表、これを表に決めます。そうすると細編みも最後が表になります。こっちが表、こっちが裏、こっちはこっちが表、ここも表で、表と表を
内側にします。表合わせて肩を縫います。残していた糸端を使います。私はこの長編み3つの端につけました。今端から糸が出ています。このまま向こう側、この端の細編み2本の糸の下で、もう一度この端の細編みの2本の糸の下で、向こうこれでつながりました。次からまた1つずつ2本の糸の下、向こうと、ちょっと緩さを確認しながら縫っていきます。このままマーカーのところまで縫っていきます。マーカーのところまで縫い合わせてきました。もう片方も同じように縫い合わせました。この状態で頭を通してみて、好みの広さになっているかを確認します。私は頭を通してみて、もうちょっと狭くした方がいいようだったので、あと2つ分狭くします。これで大丈夫だったら、もう一度同じところしっかりとさせます。で、あとはほどけないように隠します。で、反対側も同じようにします。次は脇を縫い合わせていきます。今まだ内側が表になっています。表を合わせて、で、片方は幅が狭くなっている方、もう片方はまっすぐ、これを合わせてこの編みを縫っていきます。で、今角から糸が出ています。向こうの角、ここに針を入れます。で、もう一度これでつながりました。
次から1つずつ1段目の細編みと1段目の細編み、2段目の細編み、次から長編み。この長編みは2回ぐらい針を入れます。まず次はここ。次から長編み。模様がずれないように合わせていきます。なるべく目立たないところに針を入れます。で次はこことここ。次はこことここ。こんな感じでここまで、この角まで縫っていきます。端まで来ました。端は2回しっかりとさせてから、この糸端をさっきと同じように隠します。反対側も同じようにつなぎます。両方の脇を縫い合わせてきました。この状態で写真を撮ったんですが、とても可愛くできています。ここで終わりにしても大丈夫です。この四角形を編むときに縁がきれいになるように編んでいるので、これから縁編みをしなくてもこのままで終わっても大丈夫です。お好みによって短い袖を作る場合はこれから一緒に編んでいきます。この状態も半袖もどっちも可愛くできると思います。最後にお好みで袖を作ります。さっきも言ったようにこのままでも十分可愛いので、ここで終わっても大丈夫です。このままで終わっても綺麗になっています。でもし半袖を編む場合、こんな感じで編んでいきます。ここと同じ模様で編んでいます。2周だけ。最後に細編みで3センチぐらい、お好みでもう少し長くしても大丈夫です。でまず今表が上になっています。こっちが表。スタートするのは袖の脇の下の部分で、ここに縫い合わせたところがあるので、ここぐらいからスタートします。この袖の内側から編んでいきます。
ここが縫い合わせたところ、ここぐらいから始めていきます。新しい糸、で同じところ糸を出して鎖を3つ、まず1つ目、次は2つ目、この糸足を編みくるんでいきます。2つ目、3つ目、こうすると後で糸始末が楽になります。隣に長編み、ここぐらいに編んでいきます。これで鎖3つと長編み1つ、この部分はこの長編み3つの2つ、この長編み2つを編んでぐるっと編んで、最後に長編み1つで長編み3つにします。なので次は四角、同じ模様になるように編んでいきます。1、足元は大体で不自然にならないように編んでいきます。大体同じ間隔になるように編んでいきます。大体になりますが、模様の間隔が揃うように編んでいきます。これで1周します。ここが長編み1つになるように編んでいきます。ならなかったら多少ずらして調整します。最後は四角2つ、ここに長編み3つ、最初の鎖の下から3つ目引き抜いてつなげます。上が2本で下が1本、これで引き抜きます。次は2周目、2周目は外側から編んでいきます。また鎖3つ、1、2、3、さっきと同じようにここに扇形、真ん中に長編み、また扇形で真ん中に長編み、これで1周します。1周編んできました。最後は扇形、最初の鎖の下から3つ目引き抜いてつなげます。最後に細編みで1周します。まず鎖1つ、この鎖にマーカーをつけておきます。この全体に引っ掛けるようにしてマーカー、次は細編み、
次から編む細編みは、まずこの長編みの上、スリット、長編みの上、スリット、長編みの上で、鎖一つと長編みの上に細編み、次はスリットで、真ん中の長編みの上、このここにはもう一つ細編み、この真ん中の長編みの上には細編み2つ、次から1つずつで、次はこの長編みの上、ここには引き抜き編み、細編みではなくて引き抜き編み、これで引き抜き編み、また細編み、真ん中は2つ、1つ1つ、扇形と扇形の間は引き抜き編み、また細編み、ここは2つ、で、間の長編みには引き抜き編みで、また細編み、これで1周します。細編みで1周してきました。これが最後の細編み、ここで糸を切ります。針で始末するので少し長めに糸を残して切ります。で、最後の細編みから糸を抜きます。で、マーカーをつけたところ、この2本の糸をすくってつなげます。これが最後の細編み。最後の細編みの上から針を通します。で、下のこの部分も通って裏に出します。で、これはギュッと引き絞って、で、あとはほどけないように隠します。反対側の袖も同じように作ります。で、その際にはこの模様の数が揃うようにします。で、同じように作ります。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。袖は脇の下に
余裕分を作っているので腕が動かしやすくなっています。とても可愛い模様編みになりました。で、サイズを測りました。上から下まで43、横幅50センチ、襟ぐり60センチ、袖は3センチの18センチ、重さは 150g、 玉の数でいうと5玉、こんな感じになりました。最後までご視聴ありがとうございました。